ちは、吉岡直樹と申します。ジャズベース講座の5回目ということで、今日はメジャースケールについてお話したいと思います。スケール練習で大切なことは2つあります。1つはスケールを学ぶということです。もう1つはスケールで他の技術をしっかり習得するということも大切です。今日はメジャースケールについてお話ししながら、2つのことについても学びたいと思います。1つはこの楽器の左手の重要なテクニックである準備の動きについて、それから2つ目は即興音楽であるジャズを演奏するために必要な一貫性があって合理的な運指法について、これについても少し説明できればと思います。では早速メジャースケールを練習していきたいと思います。この楽器の最低音は E ですから E メジャースケールから始めます。一度 E メジャースケールを弾いてみます。まず、E メジャースケールでは、準備の動きについてお話ししたいと思います。準備の動きというのは、この楽器を、レガートに演奏するために、そしてミストーンを減らすためにとても重要なテクニックです。具体的にお話ししていきたいと思いますが、例えば最初の E の音、これは開放弦ですから、左手がどこの位置にあっても E の音を出すことができるのですが、その後に続く F シャープ、それから G シャープのことを考えますと、第2ポジション、クロマティックシステムで第2ポジションですが、ここのしかも左手の指先が E 線の上にある状態で E の音をスタートさせれば次の音のミストーンを減らすことができます。ですから E 線を弾くときにはすでに左手のポジション、ここにこの位置にセットした状態で、そして F シャープ、そして G シャープと弾いていきます。さあ次の A なんですが、その次に続く、B、そして C シャープの音のことを考えると、左手の指先を A 線の上に移動させる、この動きと同時に A 線を弾くということが大事です。このようになります。そして B の音を弾きます。さてその次の C シャープなのですが、C シャープを弾くときはその次の D シャープの音のことを考えて準備の動きをします。D シャープは、第1ポジションに、ポジション移動して、しかも隣の、D 線のですね、1の指ということになります。そのためにですね、どういう準備をしたらよいかというと、1の指をですね、基本的に4の指を押さえるときは1、2、3、4で同じ弦を押さえるのですが、ここでは例外的に2、3、4の指で A 線を押さえて C シャープを出すのですが、同時に1の指が D 線のですね、本当は D シャープを押さえられたらいいんですが、このポジションにありませんので、E の音を代わりに押さえます。つまり B の次の C シャープはこのような動きになります。つまり E と C シャープをダブルストップ、重音の状態にして C シャープだけを弾きます。そして次の D シャープの時は、1の指を押さえたまま、ポジション移動して、かつ2、3、4のこの3本の指は D 線の上に移動します。このようになりますね。そして、2の指だけを下ろして最後の E の音になります。今度は下っていきたいと思いますが、まずは E の音、そして次の D シャープなんですが、さらにその次の C シャープの音のための準備をします。しかしC シャープの音は、このポジションにありませんので、代わりに C のナチュラルの音を2、3、4の音で A 線を押さえることで、2、3、4の指で A 線を押さえることで、準備の動きと指します。つまり、このような動きになります。そして次の C シャープの音はこのまま2、3、4を押さえたままポジション移動する。ついでに1の指も A 線の上に戻る。このようになります。この状態では1、2、3、4で A 線を押さえてます。そして2、3、4の音を離すことで B の音。そして次なのですが、次は A の開放の音です。ですから、1、2、3、4の音は E 線の G の音をすでにもう押さえてしまいましょう。つまり、このような動きになります。
そして次は G シャープを弾くだけ。そして234の指を離して F シャープ、1の指を離して E の音ですね、最後の音となります。復習していきましょうか。準備の、動きをしながら、意識しながら E メジャースケールをもう一度弾いてみます。ここで E 弦ですね。そしてダブルストップ、10音の動き。次も準備です。さあ次も準備。このように、メジャースケール、スケールではですね、準備の動きは主に異弦のところで、出てくると覚えておくと良いと思います。続いて A メジャーのスケールですが、これは E メジャースケールを1本ずつですね、高音側にずらして演奏するとそのまま A メジャースケールになります。一度説明しながら弾いてみたいと思います。まず第2ポジションで、しかも指先が A 弦の上にあることをあるという準備をしてから、ここでまた指先を動かします。でここで準備。次も準備ですね。次も C シャープを押さえます。このようになります。さて、次は D メジャースケールです。D メジャースケールではですね、大きなポジション移動が1回出てきます。では弾いてみます。次は大きなシフティング、ポジション移動です。ここも一緒です。ここは準備で F シャープを押さえる。さあ、大きなポジション移動については前回4回目の動画シフティングで説明していますので、よければそちらで復習もしていただければと思います。次は G メジャースケールです。G メジャースケールは1つのポジションだけで弾くことができます。早速演奏してみたいと思います。ここは F シャープをずっと押さえたまま、そしてここまで押さえます。次は準備で C を押さえます。次も G を押さえます。このようになります。これが G メジャースケールです。4本すべての弦を使いますので、特に下りで準備の動きがたくさん出てきます。ここを見落とさないようにということと、最後の F シャープと G のところは、F シャープは押さえっぱなしで良いということですね。これもとても大事な動きです。無駄な動きはなるべく削いでいくというのがコントラバスの演奏の基本です。続いて C メジャースケールです。C メジャースケールでは、運指法について少しお話しすることになります。第2ポジションで始めます。ここでシフティング2-4と演奏します。4-2-1で、ここで F を押さえます。次も C を押さえます。さあ、ここで運指法について少しお話しする時間を取りたいと思います。まず最後のですね、A、それから B、C ですが、これを1、2、4、下りは4、2、1で、運指をこのように決めましたが、これを例えば1、4、4ではいけないのでしょうか。ですね、これでも良さげなんですけれども、ただ、4の指でのシフティングっていうのはですね、非常にやりにくい。なぜならば4本の指で押さえているので、これがブレーキのように作用してしまうのですね。これが、なるべく少ない指でですね、シフティングした方がスムーズに演奏することができます。それからこれは私の考えなんですが、上りと下りですね。これは全く同じ運指になるようにですね、上りと下りと違うというのは、例えば
てるのに下りは違う運指というのはなるべく避けた方がいい。原則として、回文のようにですね、ひっくり返しても、運指はそのままひっくり返したものになるというのは合理的な、しかも、一貫性のある運指だと私は考えます。それからもう一つ、この楽器をですね、例えば、第一ポジションで始めて、このように演奏することもできるのですが、ただポジション移動、これもですね、なるべくコンパクトに、つまり回数は少なく、それから、ポジション移動の距離もなるべく短くした方が良いだろうというところが私の考えです。それから C メジャースケールはですね、ここの、いわゆる第1フレットのところに音が、低い F はあるんですが、それ以外はありませんから、これはホームポジションという考え方になるかと思いますが、基本的にはここの第2ポジションをですね、C メジャーのキーのホームポジションだと考えた方が、特に即興演奏のジャズでこれは、確率の問題ではあるんですけども、あまり使わない音なので、ここっていうのは、F 以外はですね、実際にはよく出てくることもあるんですが、明らかに出てこないときはなるべく第2ポジションで演奏した方が、機動力もあるし、それから運指の迷い、こういうことも減らすことができると思います。続いて F メジャースケールに進みたいと思います。これは一つのポジションで演奏することができます。次は C を押さえます。次も G を押さえます。続いて B フラットのスケールです。これは F メジャースケールを、1弦がそれぞれですね、高音源側にずらしたものとなります。一応演奏しておきます。レフを押さえます。次も C を押さえます。続いて E フラットメジャースケールです。弾いてみます。次にシフティングをします。ポジション移動します。そうですね、シフティングの、タイミングがなぜここかということなんですが、まず高い音を一番高い音を4の指で弾き終えることによって、ポジション移動のですね、距離を短く、抑えることができます。無駄な、ポジション移動をしなくても済むということです。それから、先ほど申し上げたように、1の指でですね、シフティング、ポジション移動した方が、ブレーキがかからないということで、良いだろうということです。もう一度、演奏してみましょうか。ここでポジション移動です。次。F を押さえました。ということになります。続きまして、A フラットメジャースケールです。これはですね、準備の動きがたくさん出てきます。まずですね、最初は A フラットなんですが、次の B フラットに備えて、B の音をですね、1の指で押さえておきます。そして、A フラット、次は B フラット。で、次の C の音は、2の指で押さえます。そして、次の D フラットなんですが、E フラットに備えて1の指で E を押さえておきます。そして E フラット。で、F、G、A フラットです。下りは A フラット、次の G で F を押さえてしまいます。で、弾くだけ。そして次は E フラットを弾くんですが、D フラットのために C を押さえます。で、シフティング。この時1の指も戻ります。そして C。で、B フラットの時に G を押さえます。4の指、2、3、4の指で。そして A フラットです。もう一度ちょっと、弾いてみましょうか。まず準備をしながら A フラット、そして B フラット、
次も準備。次も準備で F を押さえます。次も準備で C を押さえます。で、シフティングで G を押さえてポジション移動ということになります。続いて D フラットメジャースケールです。これも似ていますが、最初 D フラットを押さえるときに E フラットに備えて E のナチュラルを1の指で押さえておくということですね。ここでも準備 A を押さえます。ここで大きなポジション移動。ここで F を押さえますね。そしてポジション移動。次も同様です。このような動きになります。次はですね、G フラットメジャースケールあるいは F シャープメジャースケールです。これも、開放弦があまり出てこないので、準備がいろいろと出てきます。早速弾いてみましょうか。まず1の指から、で次準備です。1の指で B を押さえます。そしてシフティング。で次も1で押さえます。そして次は、E の音を押さえて、で2、4になります。4、次も下り、次 C を押さえます。そしてシフティング。次も G を押さえて、このような動きになります。それで、3弦なんですが、ここ111という動きです。これ124ではいけないのかということなんですが、ポジション移動と指の上げ下げという2つの動きをですね、同時に行わない方がいいという理由もあります。それから、12にしてしまう、124にしてしまうと、やっぱりここで2本押さえたまま、ポジション移動をすることになるので、ブレーキがかかるということもあります。それからじゃあ124とか、もし移動する人は、じゃあ下りは421で、本当に常に演奏してるのかという問題もありますよね。やっぱりジャズっていうのは即興音楽です。自分でですね、やっぱり運指の手詰まりと僕は言うんですが、せっかく頭の中で音楽的なアイデアが鳴ったのに、運指がですね、邪魔をしてそれが弾けないという悔しい思いっていうのはずっとしてきてるわけですね。で、そういうことを防ぐためには、やっぱり合理的な運指、一貫性のある運指をですね、体で覚えるということがとても大切だと思います。無意識でやっぱり音楽に集中したいですから、運指のことっていうのはなるべく考えたくないわけですよね。そうすると、じゃあ合理的な運指、その音楽を妨げない、要するに運指の手詰まりにならないためには、こういった基礎練習をですね、繰り返しする中で、合理的でしかも一貫性のある運指を体で無意識でですね、覚えてしまうということがとても大事です。私たち母語、例えば私であれば日本語を、話すときっていうのは、あまり文法的なことっていうのは考えず無意識で話していますよね。それと同じように、運指法っていうのがですね、あまり意識することなく、音楽に集中するということが、最終的な目標であり、そのためのトレーニングだと考えてください。最後に B メジャースケールです。これは、先ほど演奏した、G フラットあるいは F シャープメジャースケールを、隣の弦で弾いたものです。ここで準備でしたね。次も準備です。次は2、4ですね。次も準備で F を押さえます。次は1ですね。で、次も C を押さえます。今日の内容は以上です。メジャースケールの1オクターブ目について、左手の準備の動き、それから運指法にも、少し、注意を払いながら、練習しました。ぜひ、繰り返しですね、体で覚えるまで、練習していただければと思います。最後までありがとうございました。